こんにちは、ゆうかです。2026年、評価されるために動く時代は、これから大きく価値の基準を変えていこうとしています。すごくね、周りの評価で今まですごく動いていたけど、だんだん自分の本質で動くことが強さになっていく。そんな、2026年のお話をしていこうと思います。なんかもう信じられないことに、結構サウスゴアっていうのは割とジャングルでトロピカルな場所なんですけど、隣の家を建てて、すっごい騒音なんですよ。これはもう本当に今日話すテーマと一致しているかもしれないんだけれども、本当にその自分自身とつながりたいけれども、外野がうるさいっていうか、やっぱり外の評価を気にしてしまうっていうお話ともしかしたらつながるのかなって思ってます。もう今日はね、クリスマスが終わった2025年、26日ですね、12月26日に収録してるんですけど、2025年私自身もいろいろありましたけれども、2026年の星読みっていうのは、正直できないできないって言ったら終わりなんですけどこの番組でしょっちゅう言ってますけど、私は西洋占星術の占い師なわけではなくて、実際はチャネラーとヒーラー、エネルギーワーカーっていうのが私の本業で、西洋占星術っていうのは本当に楽しくて勉強して、それで私が見てるエネルギーっていうのと、あと星の動きっていうのがすごいぴったりパズルのように当てはまるし、その星を見てることで、なんか私が見てるエネルギーっていうのはやっぱりエネルギーだから、結構何それってわからないものじゃない。感じる人は感じるかもしれないけど、現実的にはさ、それは見えないものだから、何それって思われがちなものなんだけれども、その星の動きを通してみると、すごく輪郭がはっきりして見えるっていうことに気がついて、それでその星を混ぜて喋ってるっていうだけって言っちゃったら終わりなんですけど、それで面白くて私は言ってるんで、だからこの細かい2026年の星の動きはどうかっていうのは今の段階では私は言えないんですけど、ただ2026年についての考察っていうのをある種ざっくりっていうんですかね、言っていきたいなと思ってます。そしてその2026年とか、その来年についての流れを聞くっていうのが、私自身もすごい個人的に大好きだったっていうか、すごく大好きで、でもそれを自分が改めてやるってなるのが結構感慨深いなって思うんですけど、とにかくね、その来年についての考察っていうのをしていきたいと思ってます。それですごい驚いちゃったのは、来年2026年って日の絵馬の年なんだよね。日の絵馬の年ですごく火と馬のエネルギーが強い年。火っていうのは光で真実を照らす力で、馬がやっぱり動いて意識が真実へどんどん向かっていくような、そういうエネルギーのもの年なんですよね。そしてこの組み合わせっていうのはもう60年に1回で、ちなみに2025年の今年は蛇年でしたよね。蛇年で再生と変化、内側の成熟っていう、意味があったんだけど、えーっと木の富っていうのか、木の富っていう年で、そして今年は、日の絵馬で、行動、燃える力、自分の中心の目覚めっていう年になるんですよね。だからもう今日本当に面白いですよね。今年は再生変化、内側の成熟っていうのを表していて、そして
2026年はもうじゃあ実際行動していきましょうねっていう感じで、結構そういう状態になられてる方って多いんじゃないかなって思うんですよ。そしてですね、ここから話の本題に入っていこうと思ってるんですけど、その12月20日に、いて座新月が起こって、でその時に、地球レベルって言ったらあれなんですけど、宇宙とか地球レベルでこう女神性が起き上がったっていう話をしたんですけれども、このチャンネルはほぼ人に見られてなかったって言ったら終わりなんだけど、やっぱりその女性性のエネルギーってすっごい繊細で、それが起き上がってくる時っていうのはその繊細に起き上がってくるもので、みんなにこう大注目されるようなものでもなかったりするんだけど、すごく私たちのコアがもう目覚めていくって、まず目覚めてくるっていう意味合いでもあるんですよね。で冒頭でも言いましたけど、今までっていうのはやっぱり外側の評価が重要だったから、だから自分が評価されるようにっていうふうに動いていた人も多かったと思うし、評価されるのが怖いから動けなかったっていう人もきっと多いと思うんですよ。でも自分のこの女性性って言っても男性の中にも女性性男性性があるので、ここはもう勘違いしないでほしいっていうか、女性だけに対して私が言ってるわけじゃないんですけど、その自分の中のコアのエネルギーが起きてくると、もう評価は正直関係ないんですよね。で自分がそうだからやるだけで、それに対して後から評価はついてくると思うんだけど、ついてこなくても気にしないっていうようなことにこう確信を得ていくわけですよ。でそうなると、評価されなくてもいいっていうことがもし振り切れたとしたらだよ、すっごい強くなると思いません？今までやっぱり評価が怖かったからできなかったんだと思いません？みんなにどう思われるのかが怖かったからやれなかったんだと思いません？それが成功するかしないかがわからないし、お金になるかならないかがわからなかったからやらなかったし、手が出せなかったって方って多分もうほぼほぼ 98. 点何%じゃないけど、かなりの多い人口いらっしゃると思うんですよ。だけど評価されなくてもいいんだって思ったらすっごい楽になりません？なんか私とかも全然評価されるようなことってほぼ活動でやってませんし、本当にこう分かってくれたら嬉しいですし、それが仕事に結びついてくれたら嬉しいですけど、でも本当に全く分かってもらえないことももうたびたびありますし、でもそれでもこう形作っていくっていうことをやってるわけですよね。でそれにこう気がついていくと、人って強くなって、私ってこのままでいいんだっていうのが確信が持てるようになるわけですよ。でそうすると、先ほどの火のエウマですよね。火のエネルギーがついて、やっていいんだって思えるし、自分の中でこう走っていっていいんだっていうことにこう気づくことができる。でそれで誰の評価も気にしなくていいんだったら、自分の好きにやっていいんだっていうふうに思える。例えば私結構可愛い感じが好きだから、このチャンネルも割と可愛い感じの絵っていうのをこう挿絵にしてたり、可愛い文字とか入れてるんだけど、でもこれはこうなんて言うんでしょう、もちろん皆さんの評価っていうか見やすいようにっていうのはもちろん気にしてますけど、でも基本的には私の好みなんですよ、正直言っちゃうとね。で私が好きだからそういうサムネイルにしてたり、そのタイトルにしているっていう感じで、だからその人の評価っていうのを気にしないでいいんだって思った時に、人ってすっごい強くなるんですよね。でそこがもうとにかく第一ポイントであるっていうことと、あとそれがもう拡大していく流れ、2026年はだから、その自分の思ってることが他人にこう
お友達だったりコミュニティとかにこうつながっていく。だからどんどんそれがこう人に理解されるっていうか、こうつながっていくような流れっていうのが始まっていくと思うんですね、2026年に。そしてでもすごくそれは慎重にしていく。だからバーって広がるだけっていうんじゃなくて、やっぱり私たち人間としても成熟ある程度はしていると思うので、もうきちんとこう丁寧にコミュニケーションを取っていく必要性があって、ちゃんと相手をリスペクトして自分をこうリスペクトしてきちんとしたコミュニケーションを取っていく必要性がある。でそうなった時にこう大きな流れとして気づくのが、みんながなんかうるさいマーケティングのものとか、なんか煽りのものが気持ち悪くなってくるんですよ。だんだんその大きくこう分かりますかね、ただ商売的なものっていう言い方でいいのかな、煽りとしてすごくこう人数を稼ぐために言ってるようなマーケティングの手法だったり、そういうものがだんだんこうノイズに聞こえてきてすごくシンプルなんだけれども、本質的なものっていう美しさに結構皆さん気づいてくるようになるんですね。だから今までもう努力してすっごく価値があるのに、ずっと努力してきて日の目を浴びなかったものとかが突然、あれこの人本当に素晴らしい素敵だなっていうのがこうみんなにっていうか、分かるようになってきて、それで本当に価値があるものなんだっていうふうにこう理解されるようになっていく。で本質的なものがだんだん残ってくるようになってくると思うんですね。で最近私もさサウスゴーアに住んでいて、ヨガのスクールとかいろいろありますけれども、やっぱり思うのがそのファッション的にやっている、なんかおしゃれにやっている方っていうかな、スタジオとやっぱりすごく本質的なヨガっていうのはやっぱり目覚めるものじゃないですか。その統合とか本当に魂が目覚めるための手法じゃないですか。だからそのことにこう気づいてやってる方とすごくこう枝葉が分かれているっていうことにすごく気づいて、でやっぱり私はすごく本質を追ってるものが好きなんですよ。でその方のきっとファッションとかなんていうのかな、見てくれっていうのはすごく素朴かもしれないしシンプルかもしれないけれども、でも私はそっちの方がすごく好きっていうか、すごく本質をついていてすごく好きなんですよね。だからそっち側にこうどんどん意識がこう移行していくっていう流れが、もう意識全体、社会の意識全体がそっちにどんどんなっていくっていう感じになるかなと思っています。でもこれの話をし始めたらやっぱり隣のノイズがすごいうるさいっていう、だから外に本当に私たちは紛らわされないようにしなければならない。で何が本当に真実なのか、何がコアなのかっていうのを大事にして、で周りがどんなにこううるさかったとしても、外野がうるさかったとしても、そのノイズがうるさかったとしても、静かにフェミニティ、今日言いました女性性の本質的な動きっていうのを大事にしてそっちっていう感じでシンプルにこういくっていう必要があるのかなと思っています。はい、ではここまで、2026年のざっくりとした、私のお話なんですけれども、これで今年いっぱいの配信は終わりにさせていただこうと思います。次回は1月3日の、満月の配信になります。では今年はありがとうございました。ゆうかでした。